こんにちは、村岡正則です。今回の DVD では、僕が少年の頃からやってきたスズキ釣りですね、ルアーによる、シーバスフィッシング、これの、僕今それをいろんなスタイルでやるんですけど、その中でも港湾部、こういう運河とかそういう護岸ですねの港湾部において、どういうふうに釣っていったらいいかっていうのを、考え方とか、それからメソッドについてですね、図を使ったりちょっと水中映像を使ったりして非常に皆さんに分かりやすくお伝えできないかなっていうちょっと試みを考えました。ということでちょっとこれから数日間実調を通しながら、魚出るといいんですけど、もうハウツー全開でですねぜひお届けしたいと思います。よろしくお願いします。まずデイゲームについての基本的な考え方を説明したいと思います。今ですねちょうど干潮、そんなに引かない日の潮の干潮の下げ止まりなんですね。でこれから上げ潮を迎えます。で今風がこう吹いてるんですよ、沖から。で上げ潮もこっちから来るんですね、この後で。そういった流れがドンと当たりやすい岸壁、そういった場所っていうのが一つの狙い目になります。それからそれが走るラインですね、横側もいいと思います。であんまりよろしくないのはその流れが風を背負う側ですね。そういった方はルアーを投げる点ではトラブル少ないんですけど、ちょっと、出しづらい時があります。それからもう一つはですね、日中スズキっていうのはちょうど暗いとこが好きなんですね。で暗いとこっていうと人間でいうとですね、新聞の明かり、新聞の字がギリギリ読める明るさ、その新聞の字がギリギリ読める明るさっていうのがスズキの好む明るさです。で、そういう場所がじゃあどういった場所かっていうと、例えばこういうとこ濁りがありますから、当然こういう岸壁のどんどん下に潜れば潜るほど暗くなっていくんですね。でその新聞が読めるかすかに光があるギリギリの長さ、深さにまず魚がついている時が多いです。それからああいう浮いてる桟橋ですね、ドーンと浮いてる桟橋の下っていうのは当然暗いですから、スズキにとっては居心地がいいんです。でもう一つ大事なのは自分は暗いところにいるんだけど、スズキっていうのは当然ベイトフィッシュを狙って探してますんで、逆光が好きなんですね。外が明るいで、明るいとベイトフィッシュがシルエットで見えるんです。そういったとこが好きなので、ああいうとこ、それからやっぱああいう船ですね、タンカーみたいな船、釣りができるとこ少ないですけどタンカー みたいのにも必ずつきます。それからぐるっと回って橋ですね、橋ちょっとこっちに回ろうかな。橋ですね、有明不当橋って今書いてますけど、ああいう橋で、橋は幅があればあるほど魚がつきます。で低ければ低いほど魚がつく。でこれは何でかというと、要は橋の下の真ん中が暗ければ暗いほどいいってことなんですね。それからここ水深真ん中9メーターあるんですけど、こういうゴロタバですね、ゴロタバからドーンって9メーター落ちていくと、やっぱりそのちょうどスズキがぼんやり見える水深に魚がいる時が、スズキじゃない、その新聞がぼんやり見える、ギリギリ読めるぐらいの明るさでスズキがついてると、こういった場所をねやっていくのがデイゲームの基本的な考え方です。ということで、じゃあまず岸壁からやってみましょうか。岸壁のまず攻め方なんですが、岸壁がこうあったら魚っていうのは結構下にいるんですね。で上を意識して壁沿いにボケーっとしてる時が多いです。でそこに当然こういうミノ、これはブラストですね、のちょっとリップのシャットっぽいミノとかバイブレーションとかを引いて、魚を上に誘います。で誘う時大事なのはただ巻きでやってもね、魚は追っかけてきてドンって食うんですけど、一番テクニックとして食わせやすいのはショートトゥイッチですね。で壁際からだいたい1メーター以内をちょん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 ってこう誘う。でその時、どんなルアーミノでもいいってわけじゃなくて、ポーンとキラッとなった後
スローに沈んでいくルアーがすごいんですね。こういう風に。でこれなんかそういう専用で作ってますし、そういったミノ他にもありますんで、そういったチャーンチャーンっていうので誘うと、スズキっていうのはですね、こう追ってきた後そのチャーンっていうのが落ちるタイミングでパッとバイトする性質がありますんで、それを利用したテクニックなんですね。こうちょんちょんとでそれを、やってみたいと思います。そしてね、ゴミがいいんでちょっと外側からいきます。でこんな感じで、パシッパシッって一回ラインをピシッて張ってからすぐティップを戻して、パンパンって弾く感じですね。そうするとミノがキランキランキランってこうなります。こう風の変わり目、それから潮の変わり目っていうのは一回ゴミがダーッと流れる時が多いんですね。でそのタイミングの場合はちょっと一回外してまた戻ってくるとゴミがきれいさっぱりない時もあるんで、これはちょっと移動しようかなってぐらいのゴミの量です。ということでちょっとあっち行きましょう。動かすイメージとしてはトップウォーターのペンシルでドッグウォーキングさせてる映像あると思うんですけど、あれを水深 1m でやるっていう、だから本当ガンガン巻いてくるというよりはパシパシと頭を首に振りながら誘うんですね。でそうするとスズキもルアーがすぐ遠くに行かないで自分の頭上をずっとちょめちょめ動いてるんで、結構そこから下から上がってきて食う間が稼げるんですね。それが結構大きくて、例えばただ巻きだとこうやって投げてギューって巻いてデイゲームの速さで見切られないぐらいだともう本当にこうやってあっという間に足元まで来ちゃうんですね。そうするとスズキがいてもヒューッと追ってきてわあいたいたいたってなっちゃいがちなんですよね。ワンキャストの時間を少しでも長く取るっていうのが、トゥイッチとかの考え方です。ただ巻きに比べて長い時間だからルアーが極力こっちに向かってこないルアーですね。で必然的にリップがちょっと大きいルアー、そうするとワンキャストでたっぷり時間稼げるのでスズキが下から上がってきて食ってくる。でミノで出ない場合はちょっとレンジを下げます。僕はカラーケースをいつも持ってまして、使ったルアーを入れるケースと使う前のケースを入れます。そうするとこっちだけ洗えばいいんで楽じゃないですか。でどうしてもフックって濡れると濡れて乾かしてって繰り返すと使ってなくても錆びちゃったり針先がダメになってくるので、それが嫌なんで、使ったルアーだけ洗うような仕組みにしてますね。だからこっちが少なくていい釣りすると嬉しいし、もうほとんど全部こっちに移ってると大抵ろくな釣りの展開じゃないといいですよね。バイブレーションの時は撫でたら一回沈めてから、リズムはほとんど一緒です。ただバイブレーションは、スライド幅がでかいんですね。さっきのミノのようにドッグウォーキングというよりはダーティングになるんで、リズムがちょっと間が空きます。さっきの、ブラストとか、夜やるスーさんのティッチングは、音楽ではもしもしカメよみたいなリズムなんですけど、バイブレーションは何度かな、エーデルワイスぐらいじゃないですかね。でやっぱり弾くことが大事なんですね。ダーって引っ張ってもダメで、パンって弾くとトーンと飛んで、こういう繰り返すんですね。でそれが坂の反応を呼ぶので、こうやって弾いてくる。
エーデルワイスだな。エーデルワイスと僕よく自分の中で心の中でなんとなくリズムに刻んでるのがこのエーデルワイスっぽいちゃん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 って感じと、あと結構夏祭りおみこしの太鼓かちゃんちゃんっつってちゃんちゃんって感じで誘ってますよね。ちゃん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 っつってちゃん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 でどっちも結構大事なのが同じリズムで弾く間に一回間が入るとそこでルアーって一つ大きく落ちるんですね。その何回か同じ繰り返した後に、スッと落ちる時にたまらず出てくるっていう時が多いんですよ。だからこの間ですね、ワンテンポ置いてみるとか半テンポ置いてみるとかそういうの大事なんでちょっと意識してやってみたらいいと思います。ゴミだらけ。しかも水の状況っていうのは悪いんですか？いや、これは実はいいんですよ。ゴミは余計ですけど水はすこぶるいいですね。まあ場所ですけど東京湾に限ってはもう完全に陣な感じで済んじゃった時は大抵ダメですね。でちょっとごめんゴミばっかりだ。で陣の時はダメで次にダメなのがもう抹茶茶のカフェオレ色だけどそれって出るんですよ魚が。で逆に一番いいのは何かっていうと緑色に澄んでる、入れたての抹茶ほど濃く買ったらダメですけど薄い抹茶色ですねが一番いいです。でそこから、茶色く濁っていく過程があるんですけどその適度な濁りがもう本当にルアーが非常に魚も活性が高い時ですね。で次茶色の段階を超えてこう赤みが出てくるんですよね。でこれちょっともうすでに赤いんですよ。でこれは植物プランクトンがどんどん増えてるんですけどこの状態でもまず全然いいです。でなんでかっていうと魚のレンジが上がるんですね濁るから、要はさっき言ったように新聞が読めるギリギリの明るさっていうのがスズキが好むんでストラクチャーのスズキっていうのは基本的にそういうベイトの群れについてるわけじゃないので必ずその薄明かりのとこまで上がってきてるんですよ。だから多分今日ぐらい濁ってたらこれ透明度がですね人間の目でルアーが見えなくなるのがその辺だからこんなもん透明度1メーターぐらいですよね。 1.23 メーターってなるとスズキは多分これぐらいのレンジ水面からここ水深4メーターぐらいありますけど真ん中ぐらいの壁にボケーっとしてるはずです。スズキってこうノリで食ってくる時とルアーを見てから選んで食ってくる時があるんですけどその選んで食ってくる展開になるとダメですね。そう食ってくんなくて例えばクリア色のルアーを使ったりいろんなアクションって非常にこうシビアな釣りになりがちです。でなんかもうなんかノリだけでやってるような時があってですねそういう時はもう見つけ次第わーいって感じで食ってくるんですけど、こればっかりは選べないですよね釣り人も。よしじゃあちょっと場所を変えましょうか。次の場所ね。そうですね、ここも揚げ潮がダーって揚げるんですよ。で潮が多少巻くし岸壁にも当たるしそういう場所ですね。今揚げ潮が当たってて、多少流れも巻いてればいいかなって感じだけどあんまり効いてないですね今日はね。で先行者の子が1人いて残念なことに去年じゃない僕の前の DVD を見て、同じなんかそれをやったらここのとこずっと釣れてますということで僕の釣りをやってるってことは僕の魚はもう残ってないってことです。でここ水深4メーターぐらいあるんでこう一回沈めてでダーティングですね。
モンキーロックバイブでダーティングさせて、でまたホールさせてっていう、ホールさせて、ちょっとだから先行者の人がやってなさそうなところに投げてやってもいいし、出なかったら一回ボトム取ってから、ボトム取ってからダートさせて上げてくるような感じですね。である程度上がったらまたフォールさせてまた上げてくるようなで、ある程度水中のね動きがイメージできるようになったら、魚ってこういうゴムバンパーとかについてるんで、そのゴムバンパーのこの水深、この濁りだとこの水深にいるだろうなっていうのを想定して、そのこう魚のちょっと頭の上を通す感じですね。取材の時ってほんと釣れなくなるんだよね。なんでだろうな。密室の恋メソッドっていうのがあるんですけど、それの逆ですよね。どうしても釣らなきゃとか釣りたいって思いがこうなんかね、ラインがたるまなくなるんですよ。ラインがたるむっていうか意識レベルですけどね。そうするとね、食うもんが食わなくなるんですよ。密室の恋メソッドっていうのは、回遊待ちしてる時にやるメソッドなんですけど、こう初心者ビギナーズラックって釣りあるじゃないですか。でビギナーズラックって釣りすごい起きやすいんですよね、ゴルフとか他のに比べて。でそれなんでかっていうと、初心者ってこう巻くのが下手なんですよ。で大体芸能人なんかこんななってるじゃないですか。でこうやってると綺麗に巻けてないんで、実際ルアーのアクションも非常にトリッキーになるんですよね。で多分非常に自然なんです。こう本来の自然の動きに人間が自然になってるから動きも自然なんですね。だけど中級者になって上手くなってくると、なんか人間欲も出てきて釣ってやろうみたいな気持ちとか出てきたり、あとやっぱ隣の人がいて釣り勝ちたいとか、それから今日みたいにこう取材で釣らなきゃいけないとかなると、なんかこう一生懸命やっちゃうんですよね。で一生懸命やるとマクリズムが一定でそんな一定で泳ぐ魚なんていないですよ。だからなんかどっかで怪しくなって釣れなくなるんですよ。でそういう現象があるのがはっきり分かってるので、そこであえて俺は釣りたくないんだよっていう、油断してますよってやるのが密室の恋メソッドです。で具体的にどうやるかっていうと、何でもいいですよ。もう適当に、要は気をそらすんですね。で面白くて、これ実際やってみると分かるんですけど、気をそらしてるふりしてるだけじゃダメなんですよ。気そらしてなんかちょっと待って、こう投げて巻いてる時に、よしじゃあ気そらすぞっつってキョロキョロしてても、こんな風にやっても実際巻いてるのに集中してるから邪念ってあんま抜けてないんですけど、例えばちょっと下世話な話で申し訳ないんですけど、なんか綺麗な人が歩いてた時に、わあ、あの人綺麗なんじゃないのみたいになった時、多分ね止まってるんですよ、こうやって手が。そうするとねドーンって食うんですよね。で6時間やってそれかよみたいな結果なんですけど、本当そういうこといっぱいあって面白いですよ。本当は全然ダメだ。昨日は何匹ぐらい釣れたんですか？昨日は何匹ぐらい釣れた？今日は釣れないです。あ、昨日は3匹ですね。昨日ここで渦が出て、エラ洗いで。今日は全然潮が効かないですね。なんかタラタラと潮が上がってくけど。じゃあありがとうございました。今日はね、味っていうかサジがあんま引いてなくて、味も緩いですね。
3日前ぐらいからざーっとそんな感じでサゲがちゃんと正しく効かないんですよ。潮位偏差っつって実際のタイドグラフ通り引いてくれないですね。ずっとここ数日25センチとか30センチとか高いんですよ。だからその分上げも弱くなっちゃったりしてて、それは気圧の関係だったり風だったり黒潮だったりいろんな理由なんですけど、それがあるからサゲ期待ですかね。夜のサゲは大きいんで鈴木もサゲ待ちかな。わあ、あんまりいい潮じゃねえな。15メーターぐらい10メーターぐらいかな、そんな遠くないところにブレイクがあるんですよね、ここは。でそこに ついてるんじゃないかなって魚を売ってきます。ブレイクは極力ですよ、極力ブレイクと平行に、ここだったらこう落ちてるわけですけど、こう引くのが理想なんですよ。だけど、僕らこっちから投げるから引けないので、そのブレイクに届いてルアーがそのブレイクにコンタクトできる限りの飛距離の中で極力横に引くってことですね。それがすごい大事で、こう斜めにブレイクを切っていくように通して移動していくと、しっかり拾っていけると思います。で感覚としてはそうだな、きっちりやるなら3メーターぐらいですけど、ザクザク切っていくなら5メーターぐらいずつやっても、魚は風が良ければ追っかけて食ってくるんで。ベイトがいますね。ベイトがいるのと、ちょっとレンジを下げます。まだね、やっぱ早いんだね。ちょっと来るのがなんか用意周到すぎて、前に来て、それでダメな気がしますね。チョンさん、ちょっと早かったな。もうちょいが下がってからだね。まだサゲがはっきり鮮明に出てないので、潮止まりからちょうど45分経って、サゲが始まってるところだと思うんですけど、魚がそれに合わせてついてないですよね。でプラス夜になると、だけど食ったよ。夜になるとバレちゃった今45ぐらい夜になるともう今ブレイクの上でした。なんていうかな、魚がブレイクに上がってくるんですよね。それがしっかり数が入るのは暗くなって時間が経てば経つほど入るんですよ。だからそんな感じ、緩い動きですね。全然今思いっきりたるませてたらだけどボラかな。シーバスだ。1匹目なんで慎重
ません。よいしょ。じゃんじゃんじゃん。おお、でかい。じゃあこんな感じ。73、4。はい。水面にボラがいて、ブレークにその下のブレークに鈴木がいて、今まだ満潮直後なんでこうザーザー言っててもでたまにバコーンって言っててもいまいちこうちょっと距離があるんですね。でこれが水位が下がってくると鈴木とボラの位置が近くなる。これイワシでもアジでもみんな同じパターンですね。でライズが出やすくなるんですよ。で同時に鈴木も非常にこう上を意識した状態になるんで食わせやすくなるという点でちょっと早いかなと思ったんだけど、スーさん、張さんで張さんでワンバイト出てでスーさんより張さんの方がレンジ下だったんでもう一つ下かなと思ってマリブを引いてたんだけど出なかったのでブレークがあるんですけどブレークの真上に思いっきり一回ホールさせてみようと思って止めたんですね。でスーって沈んだらドーンってきてでちょっと僕手の角度が悪くてこっち側のこれグリップエンドがすごい短いですけどグキーってこんななっちゃいましたね。痛いけどおかげさまでパターンは分かりましたね。やっぱり下なんですね。ただちょっと今撮影してる間に魚がいなくなりましたね。ボラもいなくなった。ここが長いブレイクのとこなのでどんどんどっかに移動しちゃった可能性もあります。鈴木がちょっと移動しましょうか。雲の巣これがブレイクの魚ですね。バレちゃった。バレちゃいました。ブルーブルー。夜のリトリーブの話します。夜のリトリーブってなんか卑猥だね。夜のリトリーブですが、普通にねただ巻きでいいんですよ。だけどたまにこう入れるのもありですけど、それ以上に絶対おすすめっていうか絶対忘れないでほしいのがむしろ抜くテクニックなんですね。で巻いてて、ふっと止めないんですけどふってこう回転を遅める、これ意識してできるように究極何年もやってるうちにもう無意識でなんかボケーっとこうやるっていう癖ですね。で僕なんかこう前のめりやってると背中が凝るんでその背筋をこう伸ばす時に絶対人間止まるじゃないですか。その時ゴーンっていうのが多いんですけど、でその抜くテクニックを覚えるとそのついてきていればそこでドンってバイトが出るので非常にバイト数が増えるいいテクニックなんでぜひ覚えてください。さっきブレイクのちょうどショルダー過ぎた瞬間食ったんですけど結構水深がまだまだあって濁りがすごいきついのでもしかしたらブレイクの上にいるのかもしれないですね。ちょっとそんな感じでバレちゃう。こんな
なんかね20センチぐらいがさっきから3回ぐらいバイトしてきてるんですよ。全部こいつらかっていう。あーこれかかっちゃったかな。ラストいい食い方だね。さっきね今日そのブレイクのショルダーの下にいる魚を想定して最初はブレイクの深い方からブレイクに当てていくように引いてたんですけど、全然バイトが出なくて、でたまたま稲子とそれについたスズキが回ってきた時73センチが釣れましたけど、それで出なかったので今度今ずっとブレイクの上引いてるんですね。でそれがなんでかなっていうと、まだまだ今日多分結構潮位が高かったんですね。で潮位偏差っつって実際の予定のタイドグラフの潮位より20センチぐらい高いのと、それからかなり潮が濁ってるんで魚はブレイクの上にいるっていう判断を判断というか考えをして、もうブレイクのショルダーに落としてそこからブレイクの上を引いてくるってやってから、バイトがポコポコ、ほとんどちっちゃいんですけど今のは40センチぐらいですかね。今も多分30センチぐらい今の、そんな感じでバイトが出るようになりましたね。ラスト1投これで、次どうしようかな。明暗ちょっとすごい小場所行ってみましょうか。今ここはかなり沖に近い方に大場所に来てるんですけど、小場所の、ちょっとした小場所のそういうちょっとしたあれですね、明暗とかそういうとこやってるみたいですね。でもこのサイズこいつらがね今日はずっと邪魔してるんですよ。こいつあっさりいきますよ。完全にでもパターンなんですね。そうですね、もうブレイクの上にいるんですよね。はい、ありがとう。さあラスト1投出たんで気持ちよく移動しましょう。せっかくなのでハイシーズンなんでやっぱこのヘビカバスタイルの真骨頂であるショートロッド使った釣りとかね、お見せしたいんで奥の方行きます。で今のところはそのブレイクの上のパターンっていうのが見つかったんで、もうずっとブラストとか80とかを通し続ければどれぐらいかな、10本20本って出ちゃうんですよね。だけどでそれは多分もうこのまま釣れ続くだろうなっていうのが分かったと思うから、もうここは移動しましょう、じゃあね次ねもうこういう小場所をトントントンって回って、水路運河っていうか水路ですかね、そういったとこ回っていこうと思います。パッとこっち見てみて、こんな感じの水路で橋がいっぱいあるんですよ。でそういうのを欄干でパン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 って回ってみます。でこれもね 2,3 本魚出たらもうこの釣りもやめちゃいますけど、せっかくなんでねちょっとテンポよくで、そういう時はねこういうショートロッド、これ 6.10 フィートのイブランってやつなんですけど、こういうロッドが向いてます。じゃあ早速もう本当にちっちゃい川ですね。こういうねこの時期こういう明暗にも魚ががっつり入ってて、橋の明かりがはっきりしてるんで明暗の境目がしっかり出てるんですよ。でそういった場所なんで魚が入ってればね入ってる。で先行者がいる可能性が少ないので、いれば先行者がいなければもう数分で答えが出る場所ですね。でさっきみたいな大場所じゃないんでもうレンジうんぬんじゃなくて、もうルアー、僕はスーさん、チョウさん、
ブラストまでかな、その辺で出なきゃ出ないでさっさ移動って感じですね。やる気スティックですね。これはボイルのなかなか食わないボイルとかやる、これ小場所でプレッシャーが少ないので、とにかくスローな釣りをする。沈むのもゆっくりなんで沈めて、巻くのもゆっくり、ジャークもゆっくりみたいな。今ねライトで照らしちゃったからな俺が。もうここはダメ。次行きます。ね、本当ハイシーズン、バチのシーズンとか4、5、6、それから10、11ぐらいはこういう小場所っていうか全ての水路に魚入ってくるんで、入れるとことね入れないとこがあるんで、ちょっと意識して回ってみてもね面白いかもしれない。さあじゃあどんどん次行きましょう。ここはまず橋明かりがこの僕のすぐ右上にあるんで、そこの橋明かりの明暗もうすぐねそこにあるんですよ。そこにちょっと流し込んでみます。いれば一頭、今食った。今一頭で食いましたね。かけらんなかった。いやー見切られちゃったか。くそー、超小場所失敗。明暗狙う時はですね、大事なのは1投目は暗い側に入れないことで、特に水が澄んでる時は明暗の暗い、基本的には魚って明るい側と暗い側の境目の暗い側にいるんですよ。だけどやる気のある魚から明るい側に飛び出してバイトしてくるんで、1投目から暗い側に入れないこと、それから1投目から遠くでかけないことですね。で遠くでかけるっていうとどういうことかっていうと、これ図がないと難しいかもしれないけど、投げるでしょ。じゃあ下の図を見てくださいね。投げるでしょ。で、ずーってU字を書くときに遠くだと大きなU字になるとそこの魚引っ張ってきちゃうんですよみんな。でみんな引っ張ってきて手前の明暗また暗いところから明るいところ出てくるときにドンって食うとき多いんですけど、せっかく手前から沖までまんべんなくいる魚全部集めて一発かけちゃうとポイント潰しちゃうんですよね。で1本2本で終わっちゃうっていうパターンになるんですけど、だからそうじゃなくて、明暗は暗い側入れないってことと、手前側から要は自分の立ってる近い魚から順番にかけていくっていう意識でやって、最後にピヤーンと沖に投げて、一番美味しいところに通すというのが大事ですかね。僕一回栃木で、全然これも余談なんですけど、栃木で川に明暗があったんですよ。渓流に上に橋があって、で河原に降りれたので、もしかしてイワナって明暗部につくのかなと思って、スーさんで明暗の釣りやってみたら1投目からいきなりイワナがヒットして、やっぱ魚はみんな明暗が好きなんだなっていう記憶があります。ちょっと悔しいからここ明日来るわ。ちっちゃいのがいるね。お、でかかった。今50後半、水面出ましたよ。乗せなんだ。今日は隙があるな。俺喋りながらやるからなんだよな。さっきの密室の声とは逆なんですけどね、こういう場所のもうそこにいるなんか俺とお前みたいなやつは黙って
ってやった方が絶対いいんですよ。ああ、フック1本だ。やばい。40後半。あ、50あった。やべえ。ほら、ちょうど50センチ、52、3センチだね。こんなのがね出ちゃうんですよ。今一発食い損ねて、多分違う魚いたね。楽しいね、こういう釣り。俺ね、高校生の時こういう釣りばっかりやってたんですよね。でね、こう家が近くもないけど、まあ自転車で20分ぐらい、まあ原茶でほんと20分ぐらいで来れたんで、まあ原付の機動力を生かして、で自分で塩ビパイプでロッドホルダーバイクに作ってですね、ひたすらやりまくった時期があるんですよ。で今回ちょっと DVD の撮影ということで、久々こういう釣りもいいかなと思って、久しくねこういう釣り離れてたんですけど、はい、ここも運河です。でその明暗のまあ多分魚がそれなり入ってると思うんで、ちょっとまず1匹目は電気消してやってみます。もしかしたらね、もうだからさっき言ったように暗い側に入れないとか、手前側から釣る。で明るい側引いてヒュッて追ってこなかったら、次手前側の暗い側に入れるんですね。で暗いもう境目に入るか入んないかぐらいで誘って、バイトがない。これは誰かに叩かれたかな。で明暗ってね、一番バイトが出るのはこの1メーター、境目から1メーターぐらいなんだけど、出ない時に必ずしっかり打てる限りの奥までしっかり打っとくことを忘れずに、こうやって川のね一番奥の暗がりって一番でかいのが潜んでたり、まあそうやってすれた魚とは違うルアーを見てない魚がほらいるんだよ、こうやってね。あー抜けた、くそー残念。完璧だったのに今。はあ疲れた。移動やべ。今ね魚1匹ねバラしかけて、最初のエラレでバラしちゃった橋なんですけど、魚がね多分いっぱいいるんですよ。でちょっとせーのでね覗いてみて、ライトつけて、生後もねいっぱいいるんですけど、多分ねでかいのもいると思うんで、ちょっと見てみましょう。ここがいいかな。ここら辺にカメラさん出してもらってみますよ。映るかな。せーのでドン。でかいのはでかいのはいない。2匹ぐらいか。ちっちゃいのがいっぱいだね。次は豊洲ですね。最近ねできた橋なんですけど、さらにテラスも整備されて新しくできたポイントで、しかも超一級です。ここは食わない鳥は手前の奥からね、すんごいスローにこう巻きます。ヨレヨレでいってみましょう。ヨレヨレは、65から70メーターぐらい僕の竿だと飛ばせるんで、あれ75メーターぐらい飛んでるんですよ。9.1 フィートで飛距離ですごい大事なの。これ実はラインで決まってるんですよね、ロット以上に。そうすると他の人が攻めてないわけですから、
もう本当にイージーに出るんですよ。であともう一つは地合いが長いんですね。こう地合いって真ん中の潮が速くなると際の潮が動き出すんですね。でまた潮が止まっていく時際の潮が止まって真ん中だけが流れる状況が続くんですけど、その時に飛ばせるってことはみんながもう潮が止まったとこしか引けてない状況で自分はまだ潮が効いてるところを打てるってことなんですね。でこれはでっかい荒川とか旧江戸のなんもないところシャロー帯とかで本当に大事な力の一つで、是非飛距離を飛ばすコツを覚える。でもっとレンジを下げるなら、バイブレーションですね。バイブレーションは昼は弾くように使いましたけど、夜はちょっと使い方が違います。で別に明暗部じゃなくてもどこでも使えるんで、ぜひバイブレーションの釣りも覚えてもらえればと思います。で投げて沈めたら、バイブレーションの釣りはリフト&フォールですね。ヒューって立てたら巻きながらちょっと沈めて、またヒューってこう竿で効く感じ、ブルブルブルってで止めるとカーブフォールするんですね。そこでドンってバイトが出ますんで、こんな感じで、いろんなレンジを探ってみることですね。ちなみに密室の恋の最強メソッド、これオフレコで密室の恋の最強メソッドは女性のスカートネタです確実に気取られますから。でリトリーブが絶対止まるんですよ。うわーって感じでオフレコでオンでいかせてじゃあ俺変態になっちゃうじゃん。よし、じゃあ移動しましょうすいません、ありがとうございました。ちょっと上のレンジのルアーがないんで行きましょう。今度はもう最後に明暗が余ってますけど、基本的にはブレイクじゃなくてブレイクですかね。ブレイクから落ちた魚を釣っていくような感じですね。今度はねゴロター場に来ました。でここは水が引いてくると、ゴロタから垂直のブレイクがあるんですね。多分後でね露出してくるんでライトで見れると思います。でそういったとこに当然ハゼとかイナッコが全部下に落ちなきゃいけないので、落ちるタイミングをあと30分ほどで迎えつつある場所で、当然スズキってそういうのが分かってるんでこのブレイクの下に集まってくるんですね。でそれを、今スーさんでブレイクの角のちょうど上をトロトロって引いて誘ってます。それかちょんちょんってやって誘うか、こんな感じでお、来ましたよ。よし、がっぷり食ってるね。重い。はい、オッケいい、サンキュー。逃がします。目覚ませ。よいしょ。引きたいスピードで引きたいレンジを引けるルアーを選んでいくっていう作業がすごい考案で、しっかり狙った通り魚を出していくには大事なんですけど、
でその時非常に、そのレンジコントロールがしやすいのがこういうリップレスシンキングミノーなんですね。でロッド立てれば水面直下3、4センチまで引けますし、ロッド下にしてねやれば1メーター80センチから1メーターぐらいまで引けるっていうことで、一つでこう幅広くできるのが重宝しますよね。ちょっと明暗やりましょう。よいしょ。今までは小場所でしたけど、ここはそこそこの場所で、真ん中の方は結構まだとろーって潮が下げ残りの流れが効いてるんですよね。ダメかい。こうやってね移動するのもありですね。今完全に僕リトリーブしてないで歩いてたんですけど、ちょうどラインがこうなったんで、もう僕が上流に歩くとルアー引っ張るじゃないですか。で手で巻いて釣れないけど足で巻くと釣れるっていうね。はい、これソバットね。これはブルーですね、ソバットの。ラインを上流側から入れていくっていう、すごい大事な考え。さあでこのソバットの飛距離の中で一通りもう打って反応がなくなったら、今日のラスト大トリですね。大トリソルトルアー界のシーバス界の北島三郎です。大トリはヨレヨレでございます。ヨレヨレは沈みがちなんで、よりロッドをねこう高く、ティップの位置を少しでも高くして流れを自分のこうヨレヨレのお腹っていうか横のねお腹に水を受け出すと、ヨレヨレ急にふーって浮いてくるんで、浮いてきたらそのまま流れ乗せるとヒットレンジまで上がってきますから。で水をね掴むまではヨレヨレって沈んでっちゃうんですよ。だから早く横っ腹に流れをつかませることが大事。本日のラスト1投です。ダメかな。よし、じゃあ今日は終わりにしましょう。今日の釣りなんかいろいろありましたね。何やったんだっけな。デイはあんまりちょっとね潮がね昨日一昨日に比べて随分悪くなったんですよ。でベイトも少なくなったし、なんかどこも生命感がなかったんですね。だからちょっと自分なりに感じてた状況に比べて全然バイトが少なかったです。はい、ちょっとね今干潮
に向かって潮が落ちてきたとこなんですけど、都市型の港湾の一つの特徴としては、傾向としては間違いなく潮位が高ければ高いほどいいんですよ。で潮位が低い時って、港湾で出せなくはないんだけど、こういう都市型河川、河川は、一部の場所ですけど、こうスニーカーで近寄れる場所があるので、そういったとこでちょっと上げ始めるまでやってみて、で上げてきたら、ちょっとまた護岸の方っていうかな、港湾の方に戻ってみたいと思います。川ってこうちょっとずつよく見ると微妙にカーブしてるので、そのカーブして当然流れて外側を速い流れが走るんですよ。その速い流れが走った後に水が触れるんですね、遠心力で。で例えばここからちょっと右に曲がった流れはその辺で、岸際を走ります。そういった場所が狙い目だから、ここと対岸の送電線の下ぐらいとか、ああいったとこが速い流れが当たる。で実際地合の満潮から2時間後ぐらいに来たら、明らかに速いとこ分かりますんで、そうだ。でこういったところのね考え方ですけど、今ルアーが落ちたところで水深2メーターぐらいなんですよ。で魚はどんぐらいのとこにしてるかっていうと、こんな感じ、ボトムのちょっと上をこう泳いでるんですね。でデイは間違いなく魚の前にルアーを持ってく方が釣れます。目の前にシューって持ってきて、デラーって自分の目の前を泳いでるとドンとくるんですね。で夜は結構魚がそういうボトムについてる魚もいますけど、意外と上を泳いでるんですよ、その背の上を。だから水面の数十センチ下を泳いでるので、水面直下のルアーで引くと、魚の視線のすぐ上を通るんでバーンと出やすいんですね。でだから浅いとこだったら、実際水深2メーターぐらいあったら、例えば水面直下系のルアーでも十分ボトムからふわって食ってきますけど、まず最初にコンタクト欲しいならそのルアーのレンジを下げていった方がいい、ボトムラインを通すってことですね。だから根がかりしない範囲でたまにボトムに触れるかどうかってルアーを使った方がいいです。食いました。違う、これスレっぽいな。スレですね。ベイトに当たった。やっちった。食ったんだ。これもね60オーバーぐらいになると楽しいんですけど、嬉しくないのはなんでなんだろうね。なんでなんだろう。ボラとかさ、俺いつも不思議なんだけど。今で65メーターぐらいです。よし、これはね今日のね濁いパターンですね。モンキーロックのダーティングもう完全に全部口に完璧フッキングしてますもんね。バイブレーションプラグのこういう置きダーティングはぜひね覚えてください。これ例えば沖縄の南の島でやればメッキからいろんな魚釣れますし、もう世界中どこでも釣りますね。マレーシアでやっても、バラクーダみたいなのがかかりますし、ただ巻き一回もしないでひたすらダーティングしてる時ありました。ほら濁い追ってきた。今この前に一つバイトがあって、これ濁いです今日はねここは濁い講座で旧江戸濁いパターンを検証みたいな感じで、ぜひワンサブタイトル
ちょっと場所変えましょう。ここはニゴイに占領されておりました。もうね、釣り糸は野鳥にね、鳥に絡んでよく問題になってるけど、トキとか白鳥なんかだとニュースになりますけど、実際カモメなんかもいっぱいこういうのに絡んでね死んでるんで、釣り糸は本当に特に長い釣り糸はもう絶対捨てちゃダメです。でもこれは僕の製品ですからね。釣り人ってこういう喜びさんでじゃないけど、そういう水際に来るじゃないですか。だから釣り人がこれをまた人間社会に持ち帰るっていうのは非常に意義があることじゃないかなと思ってます。はい。ということで行きましょう。僕ロットが4本、だいたいいつも4本持ってて、全部出しちゃおうかな。4本あります。で、短いのから長いのいろいろあるんですけど、これが、イブランですね。昨日の小場所、ちっちゃい小場所で使ってたロットで 6.1 フィートなんですけど、すごいパワーのある竿で、もうかけたら絶対ラインが出せないっていう場所でよく使います。で次がクロスインパクトで、これは非常にパラボリックな竿なんですよね。で 7.2 フィートなんですけど、多分8フィート前後の先調子の竿ぐらい飛ばせる、飛距離をしっかり出せる竿です。で昨日かなり主戦で使ったのがこのナイトホークなんですね。でナイトホークはいわゆる 70m キャストができるので、非常にこういうハイシーズンの先行者が必ずいるような場所でも戦えるロットです。でここは今潮位が高くなってくるとナイトホークじゃしんどいんですけど、かといって沖のブレーク打ちたい時は飛ばせるのがいいので、今日はもうこのナイトホークがドンピシャ、今回のロケですね、もう絶好調なのでちょっと昨日捻挫させられてまだ痛いんですけど、ナイトホークでいきましょう。リールエグジストを使ってます。で2508か3012ですね。でナイトホークに2508つける時もあるし、飛距離出していきたい時とか早巻きが必要な時は3012を使います。ニゴイ大好き、モンキーロックで。あの辺魚が、あれイナッコですね。イナッコが跳ねてますね。これあれですよ、昨日僕が75センチぐらいの釣った魚の多分イナッコと同じ魚かもしれない。この海域を追いまくってるんですよね。もしかしたらこの下に昨日僕らの前に現れたスズキもいるかもしれない。一人アングラーがいますね。地形の考え方というか地形の見方なんですけど、波があるでしょ。波ってこう水が移動してるんですよ。で実際の水分子はその場にこういう感じで動いてないんですけど、エネルギーとしては水が移動してるんですね。で地形が浅くなってくると当然水の波の行き場がないので波は高くなります。でとんがるんですよ、ヒュンと。で、行き着くと要は波頭が崩れて白波になるんですけど、例えばこういう港湾でさーって見た時に明らかに船の引き波なんかが来ると最高に分かりやすいんですけど、ここら辺でドワーって盛り上がるんですよね、この船の水が。これどういうことかっていうと、この前は浅いよってことなんです。だから船の釣りしててボーって海遊待ちしてても、船が通った時の引き波をずーっと追うとうわーって上がるとこがあります。っていうか上がったとこがブレイクラインだったり、そういう感じでね、分かんないね。でそうやって浅くなってるとこは潮が湧き上がったりするんで、稲子が溜まっ
ってんですよ、今日に関しては。でこれイワシが溜まってる時もあるし、やっぱりこう地形変化に魚つくっていうのはそういうことなんですね。でそういったところがチャンスです。こういうねダーティング、モンキーロックのダーティングアクション、ベイトがいればその下ですね、ベイトが上飛んでる下をダートさせると、ベイトの下にスズキがいればスズキの鼻っ面を横切るのでバンと食ってくる可能性がありますね。昨日のサイズ出たらいいな。こんにちは。どうですか？釣れそうなんですけどね。ダメですか？全然ダメです。僕もヨレヨレ。昨日この稲子についたボイルで、夜バコンバコ始まって5分ぐらいですけど75ぐらいが1本釣れたんですけど、今はなんかバシャバシャやってないですけどね。これから釣れそうなんですけどね。嫁迎えに行かねえと。あ、そうなんですか。もうそれはかなわないですね。そういう試合もあります。まあでもかなり、稲子は多いですね。これはね、ここでユーマ詰め待ってもいいかもしれない。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、今撮ってた時分かったかな、船の引き波が来たんだけど、僕らの前だけザワ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 って言ってたでしょ。それどういうことかっていうと、浅いからのね、そういうこと。あとね、もう一つって何個言ってんだって話だけど、ぜひね、どんどんこう釣り人に話しかける癖つけたらいいと思うんですよね。例えば絡んだりしても一回挨拶しとけば「すいません」で済むじゃない。で例えば自分が引っ掛けられた立場だとしても、始める前にねこう「横いいですか?」って「どうぞ」って言った人が「あ絡んじゃったすいません」って言ったら笑顔になるけど、なんか黙ってきていきなり引っ掛かったりしたら「お前なんだこの野郎」ってなっちゃうでしょ。でそういうのはね絶対釣りを楽しくしなくなるし、それね僕らみんな魚釣りたいから、その場ではライバルかもしれないけど、やっぱりね同じ釣りが好きな同士仲良くした方がいいんですよ。でなんでかっていうと、隣の人が釣ったりするでしょ。で釣った時にそんな感じで一回でも険悪な感じだったら、釣れた途端にねその人がボンボコボンボコ釣る時だってあるんですよ。僕が釣れないのに。そういう時に「お前なんか聞くの尺だな」とか言って「あれ何使ってんだろう」なんてやる人もいるけど、そういうの損で、やっぱりもう普通に気軽にね、隣の人が釣ってんだったら「タモ手伝いましょうか」とかやって、そしたらヒットルアーが分かるじゃん。でついでにねちょっとその後すぐ離れないで近くで見させてもらっていいですかなんてやると、釣り人ってね釣った後の次の一投で必ず同じ釣りします。釣った時と。だからそれ見てると「はあはあ」あそこに投げてああやって動かしてああって感じでね分かるでしょ。そうするとね今度自分も同じようにやれば釣れるんですよ。だからやっぱり自分が釣りたかったら、せっかく同じ情報をね、同じだけの1時間ずつすれば1時間ずつ情報が入るわけだから、その情報を交換すれば自分がそこで2時間釣ってたのと同じだけのね情報量を得られるわけですから。で先行者の人一番馬の巣のいいとこ取ってるんですよ。だからあの人はよく釣りが分かってる人なんです。でもし話さなかったらうわーくすでこの後多分日が暮れて暗くなると車両になってるわけですから、スズキがドンって入ってくるかもしれない。そうするとバコバーンって始まるとしたらもうあそこしかないわけですよ。あそこか風が当たってる面か。だけど風が当たってる面より多分でかいスズキはああいう車両の馬の背のショルダーで出るので、そういうとこまで分かってたら、あの人いいとこ入られたから畜生って思ってるのと、やっぱ僕さっきこう話したことで、あの人は奥さんを迎えに帰らなきゃいけないって情報が入るわけね。これ大きいわけ。そうすると安心して他やって、他に入ったらしゃあねえんだけどね、それって全然違うでしょ。だからねどんどん釣り人と挨拶したらいいです。
橋の下の暗がり、昼間は魚がたまりやすい場所ですね。でボトムにいるんで一回必ずボトムを取ります。でラインがふってこう吹けるんでボトム取ったら早巻きかジャークでも完全にこの橋の下入れる時はミディアムリトリーブでも大丈夫。食いましたよ。よし。ああ、今多分ね追い食いでフック1本だよ。よし、フロントかかった。よっしゃ。よいしょ。よし、こんな感じで。こんなサイズですね。まあ50センチですよね。なんないっす。日本テレビの6時から。全然ダメそうな場合は、やばい。ごめん。手のひらでこうやって8の字書くようにして口の中に水入れてあげると元気になります。すぐ泳いでいく場合はそこまでやらなくてもいいけど、これはダメかなって。でこれやると正気になるとピッて戻ってくるんで、もう最初多分このフロントフック1本だったんですよ。もう伸ばされてますよ。でもうこれ経験なんですけど、もうバイトの仕方が後ろからドンって食って1本だけ引っかかった感じだったんで、魚が首振った時にもうルアーが動いてないっていうか別に動いてるのが分かったんで、これエラー洗いで外れるかなと思ったらちょっとうまくなんていうかな、フロントフックがかかったんですね。でこれね合わせの考え方なんですけど、沖で明暗でやってるようなルアーが横になっててドンって食った場合はしっかり合わせないとかかんないです。だけど岸壁とかこういった場所のブレイクで足元でドンって食った時合わせちゃダメなんですよ。さっき多分僕の映像を見たら分かると思うんですけど、僕合わせてないですよ。竿が曲がったまんま耐えてるんですね。でそれなんでかっていうと、そこで合わせるとまずエラー洗い誘発してバシャバシャーンっつってポーンって取れて、うわ外れたっていうのが普通の人だと思うんですけど、足元でドンって食ったらその場で待ってると魚が一回突っ込みますから。で余裕があるんだったら、こうラインを送る、もう足場が岸壁なんかでラインブレイクの可能性が少なかったら、僕はもう一回ベール返して糸出しちゃいますガーって。で要は竿とここのルアーまでのラインの長さを少しでも長く取ることが大事なんですね、足元で食った場合。だから合わせを入れちゃいけないし、こうグッて待って、で向こうが魚が走った時にこう合わせを入れるとフロントフックがこの辺に大体かかるんですよ。そうするとまず今みたいに取れるんですけど、ラーライのかわし方って沖で食ったエラ洗いはかわし方一つあって、エラ洗いが出る間ってあるんですよ。それたくさんかけると分かるようになるんですけど、魚がやっぱ上に向かって泳ぎ出すんですよね。その瞬間もうラインをたるませたらエラ洗い止まります。だからそれでしのぐ方法が一つで、もう一つはエラ洗いすると水面に魚が出るんで、魚を一気に持ってこれるんですよ。だから橋脚とかでかけたり流れの中でかけた時あんまり走られたくないなって時は、もうエラ洗いが出るぞって時はもう目いっぱいロッドを送って、でエラ洗いで外されちゃうパターンって一つはもう魚が飛び出してくる時、基本的には魚こっち向きに飛び出してくるんですね、僕らの方向に向かって。でラインがたるむことで外されるんですよ、ルアーが。だからエラ洗いが出るぞって察知をしたら、ちょっと待ってね、ロッドをこう送って出た瞬間もう手と背筋と
もう全ての力を使って魚を全部ガーって持ってくる、早巻きして。そうすると基本的にはテンションかかり続けるんで外されないです。フックの位置も動かない。ちょっと個人的にリベンジに来ましたなんだけど、ちょっと残念ながら今日はね、これ潮が引かない、あんまり動かない感じで、全然昨日に比べて流れがないんですね。地合いとしてはここで間違いないんだけど、でオレンジの常夜灯の明暗部でとっても強いカラーがスーさんにあるんですけど、ネットビアってカラーですね。お、惜しかった。ちょんちょん、だけどこれじゃないお前じゃないって感じだけど、こんなんだ。今ちょんちょんで食いましたね。ちょんちょん、ちょいってスーさんのちょいちょいリトリーブです。今満潮のほぼ3時間後なんで、確実にかっ飛んでないといけない時間なんですね。でここはかっ飛ぶことはないけど、沖とかそういう本流がかっ飛んでる時はそれなりに潮がさーって流れるんですね。昨日と全然違いますよね。でこういう時は、そこそこ、例えば隅田川の本流なんかは潮がしっかりまだ動きますから、そういったところに魚がね出ちゃうかもしれない。スターバックスでコーヒー飲んでる場合じゃなかったね。だけどね、スターバックスは美味しいですよスターバックスラテの一番でかいやつ、ベンチってやつです。470円。多分あれだけで400キロカロリーぐらいあると思うんですよ。だから茶碗にご飯茶碗2杯分ぐらいのカロリー。昨日ライトどうしたんだっけな。ライトつけて1本、なんか2バイトで1本とかしか出なかったんですね。でもう少し出るはずなんだろうなって思いがあるのでまた来たんですけど、ただちょっとね状況がやっぱだいぶ変わって、なんかどうかなって感じもあるんで、単純な検証はできないと思うんですけど、昨日よりね渋くなった感じがしますね。僕もいろんななんとかパターンって作ってきましたけど、僕がよく鈴木釣り始める人に言うんですけど、ゼロ釣ったことない人にね、10匹釣るまでは、1匹目は嬉しいとして、10匹釣るまではもう本当にビギナーなんですよ。で10匹釣るととりあえずなんとなくどんな感じで食うのかっていうのが分かってきて、で今度100匹釣ると相当こうメソッドとか、こういう時こういきゃいいんだなっていうのが分かってくるんですよね。で1000匹釣ると極めたような気がしてくるんですよ。もうこの時は間違いないみたいな。だけど1万匹すると今度何にも分かんなくなってくるんですよ。それ以外の経験をいっぱいしちゃうので、釣れないとか釣れるって言い切れなくなってくるんですよね。だから僕自身は単純には言い切れないことがいっぱいあるんですけど、今回の DVD でやってても意識してるのは、言い切ってあげようと。やっぱり初心者中級者の人がねこれ見ると思うんで、言い切ってあげて、その明暗の攻め方はこうしましょうとかした方が最初の100匹に関しては明らかに近いんですよね。でそこから自分が100匹釣ったらそうじゃないこといっぱい知ると思いますが、それはね個人個人が楽しんでってもらえればいいとこじゃないかなって思いがあります。さあじゃあちょっといいこと言った後なんで大きく移動しましょう
お、これなんか食いそうな。あー、来た。今ショートバイト出た後来ましたね。ここはベイトが溜まってたんで今食うかなと思ったらいましたけど、一つ僕大失敗してんの、今日 DVD で散々言ってた手前から釣りなさいっていうのに投げちゃったでしょ。ってことは多分ね、この辺にもいたの、魚は。でもそれを全部台無しにしましたよ。丸飲みだ。ちょっと出血してるね。出血してるシーバスは早めにね、水の中戻してあげることが大事です。それはちょっと待って、ちょっとこれはこんなサイズね、ちょっと早めに逃がしちゃうよ。人間は水の中にいたら血が止まんないので、魚は空気中にいたら血が止まんないのだから、こう泳いでってどうなるか、もしくはもう食べられそうだったらぜひね、こういう時はもう食べちゃってあげるのが一番いいです。このまま死んじゃったとしたらね、やっぱ無限にね魚殺しちゃったことになるんで、散々ねパターンなんてないんだよって話した後で変な話で申し訳ないんですけど、やっぱ最初にね考えておいてほしいのは、水がねガンガン動いてる時、ダーって流れてる時は動かないルアーの方が釣れます。例えば夜の川でギューって流れてる時にこういうやる気スティックとかそういう方が釣れます。で、水が完全に止まってるような状況では水をどんどん動かしてあげるルアー、ブリブリ泳いだり、こうやってジャークしてねルアーを動かして水を動かしてあげることで魚を活性を上げていくルアーがとかアクションが釣れます。それちょっと意識してやってみたらいいと思います。流れがある時はスズキがもう完全にずっと泳いでて、要はなんかもうウォーミングアップ終わってるんですよね。で活性高い状態でいるんで、ほとんど言えばもう置いとくだけでもドンって出るんですよ、流れ漂ってるだけで。だからあんまりブリ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 動かすよりは軽く漂わすとか、緩いアクションですね。ヨレヨレとかやる気スティックとか、そういう風にやった方がいいです。この2日間で何本釣ったかな、魚10匹ぐらい釣ったのかな。そんな釣ってないかな、8か9かですね。1箇所1匹ずつみたいな、12匹釣った場所もありますけど、行く場所でチャレンジしてって自分なりにはすごい面白かったです。次の日もまた来るってすごい大事だなっていうのはちょっと今日の2日目の感想ですかね。今日ちょっと岸壁やりたいなと思ったんですけど、まだ潮位が上がってきてないので、ちょっとだけ小場所なんでこの橋脚周りやって、その後岸壁やってみようかなと思ってます。結構底潮がもう流れてるし、結構しょっぱいからいいと思います。もう上げ3分ぐらいいってると思いますよ。ガンガン上げてますね今。ガンガン上げてるんで、狙い目は橋脚のとかストラクチャーの両サイドですね。流れが当たってる側の角、いわゆるショルダーっていうんですけど、その辺りを狙ってます。あとああいう影に隠れてるんで、落としてちょっとツイッチして誘って早巻きって感じで、ツイッチするのは前にもお話した通り時間稼ぐため、スズキが気づいて追ってくる時間をこうやって、で追わせたらツイッチよりも巻いてる時の方が食うんで、
巻いてくるっていうような釣り方ですね。スズキを引きつけてから引っ張ってくるっていうのが大事ですね。やべエイだ。これはエイだぞ多分。鈴木じゃないな。どうかな。いやどうかなっていうかエイだな。参ったなこれ。まずでかいエイはね大変だけど、ちっちゃいエイはまずすくっちゃってください。でネットに入れることでネットに入れることでトゲ振り回さなくなるんで安心なの。だからまずそのネットを入れちゃう。で釣り上げた場合はもうそのまま釣り上げてください。で大事なのは尻尾を踏むことです。こう尻尾の先端を頑張って踏む。でネットの場合はネットのままトゲがあるんで、トゲだけ外せば手で持っても大丈夫な魚になるんですよ。これがトゲです。で大抵一つもう一つちっちゃいのがあるけど、あんまり2本ある場合もあります。だけど大抵1本です。でこれを途中でこうやって折っちゃうね。これでトゲは折れても毒があるんで必ずすぐ海に捨てるか、なんかポケット入れて友達に見せてやるとかブサッと刺さるんで結構ね鋭利な。でこれ捨てちゃえば大丈夫です。じゃあちょっとエイ講座でした。ぜひ皆さんもエイを釣って楽しんでみてください。こうやって橋脚が連続してるところはスズキが一番やる気のあるスズキは流れに対して一番先頭のストラクチャーですねにつきます。多少明るくてもついてるので、ほら食った、だからそれで今ジャークして時間稼いでただ巻きしてきたところに来ましたね。外れちゃった。50センチぐらいでその次に魚がつきやすいのが一番暗いとこ。そのスズキは新聞が読める、人間が新聞が読めるギリギリのスピードが好きですよって前話したと思うんですけど、そのスピードのその明るさの場所に隠れてるんですね。だけど日中はそんなに暗いとこもないので、そうすると一番暗いところに集まってるんですよ。だからその2箇所を重点的に追ってみてください。今まさにあの位置になりてジャークして時間を稼いで巻いてきたらドン。食った。ほら今足元まで追ってきました。で足元で食ったらベール一回出しちゃう。こうベール返してライン出しちゃってもいいです。基本的にこうやってフリーにしても外れないです。でエラ洗いもしなくなるんで、一回ね沖にストラクチャーで切られる心配がなかったら沖に出してシャーって出してからグッてこう合わせを入れればバレにくいですから。で多少ファイトさせてこっちもランディングの準備をしてって感じで、もうみんな必死にラインテンションを緩めちゃいけないんじゃないかと思うんですけど、ほら例えばベールフリーにしてもエラー洗いもするとエラー洗いもしないしバレなくなるんです。だから、ここが単なるブレイクでスズキがどこ行っても切られるとこないので、こうやってロッドも上げなくてもいいんですよ。だけど水面に浮いてる時だけはテンションかけてエラー洗いを防がないとダメです。だけど魚が下にいる時はもうほとんど今曲がってないの分かると思うんですけど、もうほとんど犬の散歩状態ですね。泳いで見えるかな魚、ちょっと映してあんな感じで犬の散歩状態。だけどこうエラー洗いする時だけはガーって引っ張ってください。だけどまた犬の散歩っぽくなるんで寄せてきたらタモの準備ですね。でタモ入れは
しっかり糸出した状態をキープするのが大事です。糸巻きすぎちゃうと、ちょっと大変になるんで、糸をたくさん余裕持った状態でこう入れてあげればミスがないです。でタモ編みはまっすぐ上げる、斜めこう持ち上げると折れますからね。103ですね。でもよかった、今日ねすごい潮が澄んでて、これはちょっとデイゲーム厳しいかなと思ってたんだけど、とりあえず1本出たからよかったな。うわ追ってきたっていう展開になるんですよ、潮が澄んでる時って。でこれがもう少し夜光中出てる赤茶色の潮だとデイゲームでもバンバンヒットしてね楽しいんですけど、こう扇状に投げる、際から際ブレイク有心って感じで投げて、でそれをこう移動しながらやっていく感じの釣りですよね。でこうブレイクを打っていく釣りはまずミノでねこうやってもいいんじゃないかと思います。で帰りにバイブレーション打っていくと非常に効率がいいんですね。でそれなんでかっていうと食わすならバイブレーションの方がいいんだけど、バレやすいんですよバイブレーションって。で重いルアーがバレやすいっていうのはもうどうしようもないことなので、できればミノに食わせた方がバレにくい。だからミノで取れる魚はミノで取っちゃった方がいいですね。で一通り攻めて帰る時に今度はバイブレーションに変えて打っていくと、こんなモンキーロックバイブですね。そうですね、大地上でいいと思います。まあ際はないかなって感じですね。ここはそんなに深くないんで、重心のブレークの下に魚がついてる場合があるので、バイブレーションのリフト&フォールかこのダーティングアクションですね。まあとりあえず今回お見せしてない釣りの一つがデイゲームのその岸壁でまだちょっと魚が出せてないので、夢の島の野球場の裏の焼いたってこう台形になってるあれですね、そこについたスズキをこう釣っていく釣りをやってみたいなと思います。はい、今ねもうほぼ満潮なんですよ。満潮20分前であと3センチぐらい上げたら満潮で予定ちょいとしてはでそこから下げるんですけど、要は潮が止まった時間、運河とかも全部流れが止まると今度風の流れが一番速い流れになるんですね。今日は東風で風がこう吹いてるんで、実際運河表層流れてるの分かると思います。だからそういう場所が潮止まりの時のでも魚が出せる場所で、一方でこの後下げが始まるとこの運河は下げ潮こっちに流れるんで風と潮が同調するんですね。でそうすると早く流れが始まるから試合も早く始まるかもしれないとか、そういった感じで場所を選んでいきますね。結構潮が澄んでますね。ここで見えるかな。あ、こんな透明なんだ。それ2メーターぐらい、1メーター90センチぐらい透明度がありますね。やっぱり流れが当たってるとこを選ぶのがすごく重要で、魚はですね多分あそこにもどこにもいいんですよ、東京湾の場合スズキがですね。だけど食わないが非常に問題なんですよね。でやっぱり活性が上がった状態のスズキの前に行くってことがすごい大事で、それは風がこう今ちょっと吹きつけて当たったり、そういうこう反対が静かなんですね、風裏側なんで。とか例えば夕日が当たる岸壁と夕日を背負う岸壁だったら背負う岸壁の方が魚を上ずったりとか、そういう細かいことを一つ一つ条件合わせていかないと
なかなか効率よくは釣れないですよね。でそこさえ抑えて、あとはちょいの高い時間、今満潮ですけど、そういう時間に行けばそんなに苦労しないと思いますね。だからこうやって投げてテクトロっていう釣りでも全然 OK だと思うんですけど、テクトロの一番いけないとこは56匹イメージとしては56匹ずつ魚がついてるんですよ。だいたい3匹ってことはないな、45匹の群れ、多い場合10匹以上の群れがこう点在してついてるんですね。ちょっとした木、なんかオートバイが沈んでたりとか、ちょっとした杭があるとか、そういう変化のとこに56匹ずつついてるので、テクトロだとその56匹を1匹で終わらせちゃうんですね。やっぱ人が通っちゃったりで、投げてリアクションで釣っていくと比較的その1匹で終わらせないで、そこから2匹出したりすることがイメージとしてはできます。もちろん1匹で終わっちゃう時もあるけど、だから僕は投げながら釣りますね。今食いました。飲んなかった。でこれをテクトロだと結局僕ら行っちゃうじゃないですか。だからもうそれで終わりなんですけど、投げてたらもう一回アプローチできるでしょ。でこうちょっと引いてみたりして、ちょっと慎重に今度はかなりいる可能性が高いっていう前提で動かしたりできるんで、よし食った。ホールで食ったけど、こいつは可愛いサイズでした。よいしょはいラストね。このね、今ここ焼いたってボコボコしてるんですよ。わかるかな。でスズキはどこにいるかっていうと、結構このデコボコしたとこをへこんだとこを上見てボーっとしてるんですよね。でそれはカニとかエビとかいろんなもん食ってるんですけど、でスズキの捕食っていうのは結構オープンエリアの魚とこういうイツキの魚は全然違って、イツキの魚はやっぱり少しでも追い込んで食べようっていう意識がすごい強くて、で魚にとって水面っていうのももうそれ以上いけない壁なんですね。で水面があって焼いたがあってこうへこんでると、スズキはそこに何かがいると追い込んだことなんですよ、もう袋こじに。でそれにうまくルアーがダーッとしてヒュッてそこに入ってって上に行くような感じになった時に、スズキからするとこれぐらいのサイズの魚ってすばしこくてなかなか食えない、食べたいけどなかなかチャンスがないと食えないよっていう感じで苦労する対象なんですけど、それ比較的もう上は水面で焼いたでもう追い込んでるんですよね、スズキからすると。だから今だって感じでドーンと出るっていうのがこういう焼いた岸壁の釣り方で、ただの岸壁でも左と右空いてますけど、2面追い込んだことになるんでバイトが出やすくなるんですよ。そんな感じで考えながらやると、もう少しいろんな戦略的な釣り方ができると思います。だから追い込まれてパニックになってる魚を演じるってことですね。これは食えるかも追いつくかもって感じでヒューって加速し始めると、いけそういけそうって感じで一気に活性が上がってくるんですよね。またで引いてきて足元で魚反転したみたいな時にぜひおすすめなのが8の字なんですけど、こう投げて巻いてきて反転したって時ですね。でその時すかさずもうねティップをね、まず竿先入れたらどうなんだろうかっていうのは全然関係ないんで、ガイド4つぐらい突っ込んでください。でガイド4つぐらい突っ込んでひたすら8の字書いてますね。でその時ルアーが絡まないようにしっかり、大きな楕円で出します。で
大事なのは細かい泡がいっぱい出てるでしょ。これすごい大事なんですよ。でルアーをこうギュワッて向きを変えるときに水を切るようにやるとものすごい細かい泡がいっぱいできます。でその細かい泡ができた中でそれができたらすかさずそこを漂わすんです。こうやって置いとくだけでもいい。で泡がもわもわってあるちょっと下ぐらいに置いとくんです。で要は自分でさらし作っちゃうんですよね。磯でいう舞さらし制度ですよ。でこうやってこんなことやってて釣れるかと思うでしょ。でもね5分やってたら岸壁30メーターぐらいの魚が集まってきますよ。実は一番くだらなくて一番簡単に魚釣るのはこの方法なんです。食ったよあっさりでしょ。下でやってますよ。多分下の画面見といてください。これねはい、日が暮れてから一回沖の方出て、で次に思いっきり奥の方行ったんですけど、もう全然魚気がない感じだったんですね。東京じゃないみたいな透明度運河の奥の運河の奥ですね。さらにこういった場所はそういった場所来れば潮が濁ってるかなと思ったんですけど、もうそこまで見えるぐらい結構深いのにスミでデイゲームで出たのがちょうど真ん中ら辺だったので、ちょっと、この真ん中っていうかこの中間ラインですね、その辺を欄岸していく感じしてみようかと思います。おそらくですけど水温がゴンと下がったんだと思います。で秋そういうタイミングが 2,3 回あって、そのあとはやっぱちょっとドーンと食わなくなるんですね。でもそこに多分ハマっちゃったんじゃないかなって気がします。でここは今日昼間釣ったところとは違う運河ですけど、なんかラインで言えば同じ列ですね。おっと抜けた、残念、バレチ、張さんですよね。もう浅くなったブレイクの上で明暗部の暗い真ん中ですね、暗い中よし食った、正解。抜けた、抜けちゃった、完璧に合わせたと思ったのに。よいしょ。そうですね、今パーって回って3、4箇所回ったけど、すごい潮が澄んでて魚手が、だいぶ減ってるなっていうね。なんでかというと多分水温が下がったんですよね。でこうなると1日か2日食いしぶるんですよ。となると初日出たシャローブレイク落ちのとこですね、ああいったポイント多分潮澄んでるから。だけど当然ハゼとかカニっていうのはそんなに移動するベイトじゃないんで、ハゼカニエビについたスズキのブレイク落ちで潮が澄むともっと出るか前より
前1本か2本ぐらいしか釣れなかったんですけど、もっと釣れるか全然釣れないかどっちかだと思うんで、まあそれやってみますかね。ちょうどいい潮位だね。お、いきなり反転。おし、あ、いきなり食ったよ。やっぱここいっぱいいるわ。ハゼとカニとエビがいっぱいいるんですよ。でこういうゴロタバね。でそういうゴロタバから直角に落ちてきたブレイクで、今もうみんなベイトフィッシュが運河の、バスタブのみたいな水槽の中に入っているようなもんなんで、非常にスズキも活性が高い状態。よし、食った。大したサイズじゃないね。よし、お今ね、乗ったんだけど、向こうが待ってたとピチッピチッピチッ。今日はなんか冴えねえな。今ですね、こうそのブレイクがドーンと落ちて狭まって、意外と水流れてんですよね、多分。よし、食った。なんか金太郎アメスパターンですけど、これでねなぜ笑いが起きるのかが僕には理解できる。バレたほら、くっそ、誰かがもうバレるんだろうなっていう笑いをしたからバレちゃったじゃないか。今も40センチぐらいこれあれですね、荒川の水が結構混ざってる感じで流れてますね。荒川が水を結構押し出してて、それに多少ついてる魚がここには残ってるって感じですね。反転された。8の字。おし、来た。よし、今度は取れた。ちっちゃいけど3度目の正直ですか。40センチで、ちなみに僕らが思ってる以上に実はスズキが結構ついてきてるってことは多いので、本当暇な人は毎回8の字書いてもいいと思います。そうするとね、本当に取りこぼしないと思うんですよね。こうピックアップしていなかったなと思っても、実はチェイスがあったっていうのは本当に水中撮影なんかするとすごいよくわかるんですけど、実際僕が気づいてなくてもカメラに映ってるっていうのがいっぱいあるんですよね。だからそれぐらい大事なもう本当に時間がじっくりあるときは、やんないけどな俺は本当に撮りたい人は8の字毎回書くっていうのもありですね。この運河も風と流れが同調してるんですよね。で今僕からこっちに向かって、流れが僕が投げてる方に向かって流れがあって、だから鈴木は僕らに頭を向けてるんですよ。でこうスーさん投げて壁際を引いてくると、鈴木にとっては自分の後ろからふーって前にルアーが泳いでくるんですよね。でそれがね一番食わせやすい。素直に追ってきて食います。よし、来た。今も着水して巻き始め瞬間でしたね。ここも切られる恐れがないんで、ドラグをキュッて緩めちゃってもいいです。
そうするとエラー洗いされづらいんで、慎重に。今日なんかあんまいいサイズをね取れてないんですよね。よいしょよいしょ。ですね。よし、じゃあ終わりにしましょう。やっぱりもう置きダメ、奥ダメ、この本当この並びだけでしたね。デーゲームから通じて魚の反応が出たのだからそういったで、これなんでかっていうと全部荒川の水が入ってるところですね。今日結局魚で出たのは。で、荒川の水の影響がほとんどないとこ行くともう隅々でもうベイトもスズキも気配なしって感じだったので、まあ考え方としてはいつも通りなので、やっぱりベイトフィッシュがいるところで、今年はベイトが少ないのでいるところがしっかり絞り込めなかったんですね。っていうかあんまりないんですよ。だからハゼについてるパターンだったり、もうそういった釣りぐらいですよね。あとだから本当に稲子ついてた魚取ったのぐらいベイトパターンっていう感じで取ったのは、港湾他にも千葉の港湾の釣り方とかもありますし、東京青区で言えばまだ河川と干潟っていう、今回ねそういうハウツー一切やんなかったんですけど、河川とか干潟は干潟で多分また1本作れるぐらいいろんな考え方あるんで、まあこれが好評なら次回もそういうのがあるかも